はい、どうもこんにちは、ミルキーです。今日はですね、こちらのジャンク品です。BOSEのスピーカーですね。スピーカーといっても PC の横に置いて使うような小型のスピーカーになるんですけども、BOSEのコンパニオン2のシリーズ3というスピーカーです。このスピーカーのね、評判なんですけども、すこぶる良くてですね、すごい洗練されてクリアな音を奏でるらしいです。高音と中音も良くて、でこの筐体、このコンパクトな筐体からは考えられないような低音を出すらしいです。すごい楽しみにしてるんですけどもね。でジャンク症状は何かっていうと、音楽を鳴らしてるとね、音が大きくなったり小さくなったりするそうです。なのでまずこのジャンク症状ね、本当にそうなのかっていうところを確認していきたいと思います。はい、では音楽再生してみたいと思います。はい、わかりましたでしょうか。音がね、いきなり小さくなったり大きくなったりするのが、連続で発生するような感じですね。念のために言っとくと、Windows のラウドネス透過の機能はオフにしているので、Windows の影響ではありません。完璧にこのスピーカーですね、これが原因だと思います。ボリュームの可変抵抗がね、なんか異常があるんじゃないかというふうに推定します。では分解していきます。まずはこれが外れると思うんだよね。このメッシュのサランネット、これを外していきます。結構汚れてんね。結構汚れてます。こんな小さいスピーカーなんだね。これでよくあんな低音が出る。中の回路で結構音をいじって低音を出してる、そんな感じだと思います。60ミリぐらいの小さなスピーカーユニットで鳴らしてますね。驚きですね。これでこのユニットが取れると思うんですが、結構ね、BOSEのスピーカーは接着剤でガチガチに固まってたりするんで、分解が難しいんですよね。これは両面テープかな。両面テープ、それかシール剤で止まってるだけか。取れましたね。はい、この中コネクタでちょっと止まってるんで引き抜いてみましょうか。ちょっとスピーカー外したいもんね。ちょっと悩んでみました。これ分解してるなんかインターネットの情報とかあんまりないんですよね。で分解しててもバキバキにね割って分解していくみたいな感じで、調べてもいい分解の仕方が載ってませんでした。なので分かんないんだけど、まずボリューム外してっちゃおうかなと思います。はい、キャップ取れた。モンキーレンチね、ちょっと持ってきました。ちっこめのやつを持ってきました。これでなんとかならないかですね。よし。これ緩み止めかなんかでがっちり、あれですね、ロックタイトかなんかで固められてますね。よし。
外れる気配がねえんだよな。どうやってくっついてんだろう。はい、ちょっといろいろ考えたんですけども、ここやっぱ取れないですね。取れないので、この枠をね取んないとダメだと思います。その前にやっぱりちょっとスピーカーをね傷つけたくないので、これを取っていきます。こっちが黒、赤、真ん中が白だね。でちょっと分かるように黒のところは黒に塗っときます。でこれ面白いですね。まずこれ取っていくんですけども、巻きつけてるんですね。こう線をハンダ付けしてないんですよ。これすごいな。新しいなっていうか、初めて出会いましたね。これすごいですね。こうやって解いていけばいいんですけども、面白い付け方ですね。でも面で当たるんで、まあ抵抗とかねなくていいんじゃないかなっていう感じはしますけどね。面白いですね。案外ハンダでつけるとね、クラックとかで導通不良になりますけども、これだったらね導通不良になりにくいのかもしれないですね。振動吸収できそうですしね。あとここか、白を取ってあげます。なのでハンダごてをちょっと準備します。フラックスをよっ、取れたね。はい、スピーカー取れたんでね、これを外していきたいんだけども、どうやれば一番いいのかな。ここに爪が見えるんですよ。ここにね、まずこの爪を外したいんだけども、どうやって外せるのかな。横から突っ込む。ちょっと下から外そうか。多分下もね爪で止まってると思うんですよね。ダメだな。結構万力作戦は自信があったんだけどな。試してみたんですけども全然開かないですね。で普通にこじって開けるのもう諦めました。こじって開けるとすごい汚くなっちゃうんで、もうねぶった切ろうかと思います。もうそっちの方がね多分綺麗にいくんじゃないかなと勝手に思っています。下から切り開いていきたいと思います。ボリューム側が下なんでね、リューターでかっ飛ばしていきたいと思います。これ失敗すると怖いんだよな。あ、間違えた。そうですね、だんだん開いてきましたね。ここに爪がね2本あるんですけども、接着剤で固まってますね。ここにも爪があるんですけども、これが開かない理由は接着されてるからです。接着されちゃってるので開きません。もう割れちゃうんだろうな、接着剤で留めてるからな。はい、取れましたね。やっと取れた。やっぱ爪はいっちゃいますね。いきますね。まあこれはしょうがないです。で用があるのはこっちのボリュームの方なんで、マイナスドライバー当ててちょっとへこんじゃったので
ヒートガンで元に戻します。110度ぐらいですね。戻るかな。まあだいぶ復活しましたね。で反対側も圧痕がついちゃってるんで、そこを復元していきます。はい、こんなもんでしょう。実は音量が安定しない、大きくなったり小さくしたりっていうのはコンピューターの音量の方をね絞ってね、でこっちを大きくすると収まるんですよ。なんでこんなにね傷つけたりして修理してるかっていうと、音量をこっち側のスピーカーの方で上げるとホワイトノイズっていうかノイズが増えるんですよね。時計の10時あたりのボリュームで聞きたいなっていうのがあって、でやっています。まあちゃんとジャンプだったんでねいいんですけど、でまあこれ売るとかねそういうのはあんまり考えてないので、だからバラしてますけども、まあなるべく自分で使いたいので綺麗にやっていると、こんなところですね。いっぺんに2個ずつの爪があって、その爪が接着されているという凶悪仕様ですね。外すと必ず爪が破壊されると。これはポリカ ABS ですね。道理で熱に強い、ちゃんとねここにシール剤がね入ってるんですね。手が込んでますね。やっぱりそれなりに高いスピーカーだとこんな風になると。昨日ここぶったたいてたんだけども外れないはずですね。ここに金具があります。こいつを取ってあげないと外れないということですね。あのままぶったたいてたらこれ基板いっちゃうところでしたね。危ない危ない。ぶったたいちゃダメです。はい。でこれで取れると、これで簡単に取れるんですね。とてもシンプルな構造ですね。こいつだ、ボリュームを一旦取り外します。フラックス塗って、もう少し取れたかな。はい、取れました。よし。でこれ3系のフラックスなんで洗っとかないとやばいっす。それきれいにしておきますね。ここの爪ですね、これを剥いであげます。よっ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 。はい、これですね。これが可変抵抗。結構汚れてるかな。これ接点不活剤で拭いちゃダメですね。エタノールとか IPA とかで拭いてあげればいいと思うんですけど、接点不活剤やるとホコリがねすごいことになっちゃう。くっついちゃうから、油だから。こういうIPA とかでこすってあげれば綺麗にはなると思うんですけどね。なんか心なしかさっきより綺麗になった気はしますね。はい、こっち側も一応注入しておきます。これで治んなかったらもう可変抵抗をですね変えないとダメですね。これではまったかな。そしたらかしめてあげれば
それでおしまいですね。はい、これで大丈夫だと思います。じゃあまた組み付けていきます。フラックス塗っときますね。はい、ではつけていきます。固定具が欲しいですね。よっ。いいかな。バッチリだね。これね、コネクタをまずつけておきます。このボンド GP クリアでいいでしょう。爪の周りにとりあえず塗布しておきます。でこっちにも接着剤塗布しておきます。ちょっと乾かしておきましょう。数分経ちましたんでね、組み立てていきます。まずコネクタを忘れないように、この状態ではめていく。はめちゃいますよ。そうね、一応この外周はね、上と横は綺麗なまんまでできましたね。下だけちょっと失敗じゃないな、もともとから削ろうとしましたけども、まあこうちょっと予定外のとこ削っちゃいましたけどね、まあ綺麗に今できてますね。はい、じゃあそうしたらスピーカーをちゃんと組み付けないといけないですね。これ巻くのはやめましょう。もう一回巻いちゃってるんでかなり弱いと思うので、ちょっと巻いてハンダ付けですね。ハンダを少し持っときます。まず白をつけます。はい、黒を巻いていきましょうか。よっ。はい、こんな感じですかね。よし。ワッシャーとナットか。つまみですね。よいしょと。でこれで終わりじゃないです。ここですね。ここを修理していきたいです。なのでまずマスキングテープ。
使うのがこのシリコンシーラントですね。変成シリコンシーラント。これのブラックを使っていきます。これ結構重宝しますね。修理にね、電源とか開けた時とか。これを注入していくだけですね。ヘラで鳴らしていきます。で、乾く前にこれ剥がしちゃいます。で、放置します。乾きましたね。こんな感じですね。側面とこの上面ね、ほとんど傷をつけずにね、この蓋を外せたっていうのが一番じゃないかな。今回は下を思いっきり切ってね、そこからバリバリバリって剥がしていった方が見栄えいいですよね。で、後ろはこんなコーキングみたいなのでね、塞いじゃえば見栄えはそこそこ気にしなくてもいいかなというところですね。じゃあこれつけて試聴していきましょう。はい、では試聴していくんですけども、パソコンの方はね MAX に音量をしておきます。ソフトの方も MAX です。で、スピーカーの方が10時ぐらいですねの音量に設定しました。それではいきます。はい、いかがでしたでしょうか。音もねちゃんと安定して出ていたと思います。大小に変動するようなこともなくねちゃんと出ていたと思います。それと、クリアな音、本当いいですね。本当にクリアですね。澄み渡った高音、あと低音もどしどしと響くような感じで非常にいいスピーカーだと思いますね。この小ささで言えばね。はい、ということで今日はですね BOSE のコンパニオン2、シリーズ3のね分解修理の動画をやってきました。今回ね資料がない中でやってきたんですけども、それなりにうまくできたかなと思います。ということでこのチャンネルはね DIY とかジャンク修理そんなのを中心にやっています。もし面白いと思われたらグッドボタン、あとチャンネル登録ですね、よろしくお願いいたします。それでは本日は以上。